おはようございます。たかしです。本日は11月5日火曜日、ただいま8時14分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。基本的に今かなりポンド円分かりにくいですよね。ドル円もそうなんですが、昨日の動きなんかを見ていても、結構ローソク足としては小さくって、そして今、髭が半分、下髭半分出てますよね。今の動きは方向感がないっていうのがわかりますね。下がったり上がったりということをしているということです。ここ直近の日足のローソク足を見ていても、大きな陰線から、次また比較的大きめの陽線が出て、そして昨日は陰線と、今ここでこういう三角持ち合いっぽい動きにも見えてきます。現在は GMMA の青帯、上向きですので、基本は上昇トレンド中です。その GMMA の青帯付近まで下落してきて、そこから今反発上昇できるのか、どうかっていうところを見ている最中ですね。直近のこの高値、ここですね、この緑のライン、ここを超えてくると、ここですね、ここを超えてくると、この208円ぐらいまでの上昇が考えられるんですが、今はそこがどうなるかというところ、逆に GMMA の青帯下抜けてくると結構大きく下落していくと思いますので、こういう感じですよね。そこはご注意ください。今は GMMA の青帯でサポートされて上昇していくのか、それとも GMMA の青帯を下抜けるのかっていうのが、今冷やし単位で見ると分かりにくいので、こんな三角持ち合いを作っている可能性もあるので、その辺を見ておくといいと思います。つまり、分かりにくい動きをしているっていうのが現状です。では4時間足です。先ほど言った三角持ち合いがこんなイメージですよね。なので、この中で動いていると考えると、現在はその三角持ち合いの先端付近に来てますので、こういうところではトレードしない方がいいと思います。わかりにくいので。GMMA の青帯、今まで上向きだったものが、今下向きに変わってきましたよね。そして、昨日なんかの動きを見ていても、GMMA の青帯の下にあります。GMMA の青帯で今上値を抑えられているように感じますので、そう考えるとここから三角持ち合いを下抜きしてくるのかっていうところですね。これ下抜きしてくると、この緑の水平線、これ先ほど日足でも引いてましたが、以前から言ってますが、基本的にはこの緑の水平線、2本で挟まれた、この中でのレンジと考えてますので、ここを三角持ち合い下抜けると、この下限付近まで195円台ぐらいまで下がってくると考えます。逆に上抜けてくると、再び200円付近を目指して上昇していくと考えられます。では1時間足です。4時間足、日足が分かりにくい動きをしているので、当然1時間足も分かりにくいです。昨日も一応下落トレンドは作っているんですが、すごく分かりにくい動きをしてますよね。下がったと思ったら結構大きく上昇して、そしてまた大きく下落して、大きく上昇してっていうことを繰り返しているので、こういうところでトレードすると、打っても勝っても負けやすいのでご注意ください。1時間足の GMMA は今、ほぼ横ばいになってきています。横ばいになってきているってことはレンジなんですね。この GMMA を挟んで上がったり下がったりという方向感のない動きをする可能性があるので、もし綺麗なレンジ、こういう風に上限と下限がはっきりわかるレンジを作ってくればこの中でのトレードができるんですが、今のところちょっとこの上限下限っていうのがわかりにくい。どちらかというと今こういう平行チャンネルを作っているようにも感じますので、そう考えると現在は平行チャンネルの上限、ここからこの平行チャンネルの下限を目指して下落するのかなというところ、逆にこの平行チャンネル上抜けてくるともう一段上昇ですね。この直近の高値、赤い水平線の 198.6 ぐらいまで上昇していくと考えますので、その辺の動きを見ておくといいですね。現在はこっち向きの動きになるのか、ここから平行チャンネルの下限を目指して下落していくのかというところに注目です。ではドル円を見ていきましょう。こちらも方向感がないんですね。昨日のローソク足を見てもわかるように、方向感に迷っているっていうのがわかります。今 GMMA の青帯は下向きから上向きに変わってきているので、基本は上昇トレンド中。ただし GMMA の青帯にまだ接触してませんので、動き方としては GMMA の青帯に接触してからの上昇っていうイメージを持っておきたいです。ストキャスティクスも MAC でも弱いので、基本的にはダラダラと下落していくような、そういう動きが想定できるんですが、その割には結構底堅い動きもしてますよね。この辺がずっとサポートになっている152円付近は底堅いので、逆に152円割れてくると GMMA の青帯150円ぐらいまで下落する可能性があるんですが、152円付近でサポートされると一旦の上昇、155円ぐらいまでの上昇が考えられますので、今、現在地っていうのはその分かれ道ですよね。ここから大きめに下落するのか、大きく上昇するのかという分かれ道にありますので、その辺の動きを見ておくと分かりやすいと思います。では4時間足です。とは言っても4時間足結構上値が重いですよね。だんだんと上値を切り下げてきております。そして昨日の下落で GMMA の青帯の現在、GMMA の青帯こんな向きで今動いているんですが、現在はその下側にあって、昨日の上昇を見ても GMMA の青帯でレジスタンスされているみたいな動き方ですよね。かなり上値が重い。この髭を出してますし、かなり上値が重
重いなっていうのも見て取れますので、そう考えると本日この GMMA の青帯、上抜けられなければここからのもう一段の下落が考えられます。その場合は日足の GMMA ぐらいまでの下落を意識しておくといいと思いますので、先ほど言った150円付近ですね。このあたりまでの下落が考えられます。逆に GMMA の青帯を上抜けてくると、ここからまた上昇トレンドに戻っていきますので、そうすると154円を目指して上昇。その場合は先ほど日足で言っていた155円付近までの上昇が考えられます。本日はそれがどちらになるのかですね。現在は GMMA の青帯の下にありますので、ここから下落する可能性もあるんですが、なかなか152円っていうところは底堅い動きをしておりますので、この辺、昨日も一旦151円台まで下がってきたんですが、結構下髭も出てますので、本日ここから上抜けられるのか、GMMA を上抜けられるのか、それともレジスタンスされて下落するのかっていうところを見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は下落トレンドなんですね、一応。GMMA の青帯下向きですよね。つまり下落トレンド中、高値を切り下げてきておりますし、安値も更新してきておりますので、この下落トレンドが続くかどうかっていうところを見ておくといいと思います。そう考えると今 GMMA の青帯に接触してきておりますので、ここからの下落で、昨日の安値を下回るのかどうか、昨日の安値を下回れなければ、ここでこういうダブルボトムでの上昇になっていくと考えておきたいですね。現在はそれがどうなるかっていうところですので、GMMA の青帯を上抜けてくるのか、さらにもう一回下落してくるのかっていうところに注目。基本は下落トレンド中ですので、上がったところから売っていくなんですが、GMMA の青帯を上抜けてくると、そこにサポートされて次は上昇していく可能性がありますので、そこはご注意ください。ここからのこういう動き方ですね。そうすると直近の高値の153円ぐらいまでの上昇が考えられます。まずは GMMA の青帯を上抜けるのか、ここから下落するのか。ちょうど今1時間足、4時間足の GMMA が同じ位置、この辺にあるんで、なのでその2つの時間足の GMMA でレジスタンスされて下落していくのか。その場合は昨日の安値ぐらいまで、そして昨日の安値を下回ってきて下落トレンドを継続するのかどうか。逆に GMMA の青帯を上抜けてくると、1時間4時間足ともに GMMA を上抜けることになるので、そうすると上昇しやすくなりますので、現在地でどうなるかっていうところを見ておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。先週の週末限定動画はトレンドラインの引き方、そしてトレンドラインを抜けた後の考え方、どこまで動くかっていうそんな話をしておりますので、ご興味があれば一度そちらもご覧ください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。